文学ノート。目と耳で味わう青空文庫。本日の作品は新見南吉のチューリップ。お楽しみください。チューリップ。学校の帰りにきみこさんはお友達ののりこさんにうちのチューリップの自慢をしました。うちで咲いたチューリップはお花屋さんが売りに来るのより5倍も綺麗なのよ。あら、いいわね。とお友達ののりこさんは羨ましそうに聞いて首をかしげました。クレヨンの赤とどっちが赤いか比べてみたのよ。そしたらクレヨンの赤の方がずっと薄くって汚いの。あら、そう。うちの母さんが言ってたわ。この花から口紅が取れやしないだろうかって。そう。のりこちゃんがあの花、写生なさったら最優等よ、きっと。あら、そんなことありませんわ。昨日、球根を埋めたんだけど、まだ2つか3つ残ってたから、母さんに聞いて、のりこちゃんにあげてもいいわ。いただいてもよくって。きっと母さん、いいって言うわよ。ちょうどその時、のりこさんのお家の前に来ました。それじゃ、明日の朝、持ってきてあげるわね。と言って、きみこさんはのりこさんと別れました。家に帰って、お母さんに聞くと、あげなさい、とおっしゃいました。そこで次の朝、のりこさんを誘いに行くとき、2つの球根を干しぶどうの空箱に入れて持って行きました。のりこちゃん。と、きみこさんは垣根越しに呼びました。するとのりこさんの代わりに、のりこさんのお姉さんが、はーい。と、返事なさいました。あらと思っていると、お姉さんが玄関から出ていらして、のりちゃんはお熱があるので、学校へ行けませんのよ、とおっしゃいました。あまり驚いたので、きみこさんはチューリップの球根のことも忘れてしまって。そう。と言ったきり、何も言わないで、学校へ来てしまいました。お家に帰ってから、きみこさんは、チューリップの球根を、庭のゆすら梅の陰に埋めました。そして、春になって花が咲いたら、のりこさんにあげようと、決めました。のりこさんは、ご病気が治らないらしく、1週間経っても2週間経っても、学校へ来ませんでした。そのうちに寒い冬が来て、クリスマスが来てお正月が来て、それからとうとう、春がやってきました。梢が見えないほど高い欅に、細い芽がちょくちょく、顔を出してきました。ある日、学校の帰りに、きみこさんがのりこさんのお家の前を通りかかると、生垣の中で声がしていましたので、隙間から覗いてみました。庭には、ピジャマを着たのりこさんが、お姉さんに手を引かれて、そろりそろり、歩いていました。縁側には、お母さんが立って、見ていらっしゃいました。姉さん、もういっぺん垣根のとこまで行きましょう。と、のりこさんが言いました。そんなに歩いても、いいの？と、姉さんは危ぶまれました。でも、のりこさんがこんなに歩かれるようになったことが、嬉しくてたまらないらしく、赤ん坊みたいに両手を取って、のりこさんを垣根の方へ、歩ませてこられました。あら、姉さん。とってもきれいな夕焼けね。と、のりこさんが立ち止まりました。姉さんも空を仰いで、本当？と、おっしゃいました。姉さんの美しい目が涙で光っていることが、垣根の陰で覗いてるきみこさんに、すぐわかりました。きみこさんも、なんだか泣きたいような気持ちになりました。
もう10日も経ったら、のりさん、学校へ行かれるかもしれない。と思いながら家へ帰ってみると、のりこさんにあげるはずのチューリップのつぼみが、ゆすら梅の陰で、ほころびかけていました。新見南吉のチューリップ。いかがでしたか？別の作品も見てくださいね。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。